こんにちは。大工の翔やんです。今回は1階、2階のトイレの手洗いカウンター、これを作っていきたいと思います。今回のカウンター、これは家具屋さんであらかた形を作ってきてもらっています。前日ご切さんに来ていただいて、このイメージを描いていただいたんですけども、これを形にしていきたいと思います。カウンターの角を丸く仕上げます。全体に丸くするんでなく、角だけを丸くして正面をまっすぐなラインを残しておきます。全部丸くするとやはりボーロよりも前に出過ぎて少し邪魔になるので、こういうデザインに決めました。ジグソーで切っていきます。ハモ材は硬いのでジグソーの刃がどうしても下で逃げてしまいます。出角はいいんですけど、インカーブはなかなか切りにくいです。そして R の部分の形を整えていきます。出ている部分の R は割と簡単に普通のカンナでできるんですけども、へこんでいる部分の R はなかなかカンナではいきません。仕上げにくい部分です。切り出しがあると良かったんですけども、ちょうど持ち合わせてなかったので、のみの背中で R を整えていきます。少しずつしか取れませんけども。そしてサンダーの角だけを使って丸くしていきたいと思います。今はこのサンダーが径の小さい丸いものがあります。こういうへこんだ丸でも、これ今やってるぐらいの先がサンダーの先についてます。そこをきれいに丸くなります。自分は持っていないので手で仕上げていきたいと思います。これ初めに描いたチョークなんですけども、チョークの上からこれサンダーでかけますと、チョークの粉が刃物の目に入ります。消しゴムで消すのが一番きれいに取れます。でチョークを落としてからきれいにサンダーで仕上げます。これは裏側ですけども、トリマーで面を取っていきます。裏側は普通の丸い坊主面で仕上げます。同じ面で1階のカウンターも取ってやります。こちら側は上刃になります。上刃は少し下げて角を立てて同じ坊主面で仕上げます。トリマーの刃はどうしても逆方向逆目になる場合は少しめくれてしまいます。それを手できれいに直してやって仕上げます。これでカウンターの加工ができました。まず2階から取り付けていきたいと思います。
高さは700。もう柱は書かずに銅縁で挟んでつけていきたいと思います。トイレの壁はこの上に高ボードを貼って漆喰壁の仕上がりになります。それでは取り付けていきます。タモ材は結構狂いやすい木です。念のためにボンドもつけておきます。そしてレスでしっかりと留めていきます。上からも銅縁でしっかりと挟んでおきます。これで2階のカウンターはつきました。1階のカウンターをつけていきます。1階のカウンターは窓ではないんですけど、この締め切りのフィックスっていうんですけども、開かない窓です。そこにカウンターが刺さるような形になります。このカウンターはボールの下に扉がついて中が見えなくなります。そしてゴミ箱も中に収納できます。窓枠に刺さる部分を切り替えていきます。タモ材は大変硬いです。このノコギリワンの方を使った時は結構匂いがします。草食動物の糞の匂い、よくそういう風に言われます。結構匂いは強いです。でも塗装をかけますと素晴らしい木目が出て綺麗になります。もちろん匂いもしません。ノコを使っている時だけの匂いです。木殺しをして差し込んでいきます。タモ材はいくら力強く木殺ししてもへこみすぎるっていうことはありません。2階と同様にボンドとビスでしっかりと留めていきます。そして最後に割れ止めをします。排水の穴なんですけども、念のためにボンドを塗っておきます。見えない小口も割れ止めをしっかりしておきます。自分はどうしてもこのボンドを塗るときに指で塗ってしまいます。昔は田舎の家をよくしました。小口割れにこのボンドを指で塗ったんです。その名残といいますか、癖で指でどうしても塗ってしまいます。これでトイレの手洗いカウンターできました。タモの 30mm 綺麗ですね。以上、大工のシャインでした。